It's frustrating, especially, you know. What's going on, guys? ダンクマヨシです。というわけで今回はね、ネッツのケビン・デュラントが試合の途中に退場させられたと。そしてこれに対して彼自身はもちろんネッツの選手、特にジェームス・ハーデンなんかは怒ってるということで、この辺を中心に見ていこうって感じです。というわけで今回の一件なんやけど、まず何があったかというと、We definitely have a game to play, but we're bringing in a huddle, and coach is drawing up the first play of the game, and we're like, "Where's Kevin?" And Kevin can't play. We're like, "All right, cool, whatever." All right. So then we're starting the game up, and then Kevin is able to play. It's like, "All right, let's go." Then Kevin can't play again. It's like, "All right, come on, what are we doing?" So it was just, we try to focus on the game, try to focus on possession by possession, try to get a rhythm because we started off slow. We're not here to make excuses, but it's a lot. It's a lot. だから最初はまず試合に出ちゃいかんって言われとって、だからそもそも試合の最初はケビン・デュラントは出らんで先発してなかったんやけど、試合の途中で入っていいよってなって入ってきたんやけど、またそれも途中で変更になって退場になったと。まずこれに対してはネッツがすごくかわいそうよね。ハーデンが言ってるようにチームは本当にリズムをつかみにくかったと思うし、それはもちろん試合の最初にケビン・デュラントがおらんっていうことであれってなったけど、それに対応した作戦を作ってなんとか試合を進めていったけど、また試合の途中でケビン・デュラントが帰ってきていろいろとまた変更さないかんよね。だけどまたその後にケビン・デュラントを引っこ抜かれて、チームのリズムはめちゃくちゃよね。これに対してはね、NBA もちゃんと声明を出しとって、ケビン・デュラントはここ24時間の間、コロナのテストにおいて3回も陰性反応だったと。その中にはその当日にテストした2つの PCR も含まれていると。だけどこの日の午後にこのケビン・デュラントが接触した1人の人間がコロナにかかっている疑いがあって、その検査の結果待ちだったから試合の最初は彼が出れるかわからなかったから試合には出さなかったと。だけど NBA の規則によると、その接触した人の結果が出るまでは隔離する必要はないっていう決まりだったから試合に出すことになったと。そして試合の途中にその接触した人が陽性反応っていう結果が出たから、今回は最新の注意を払ってケビン・デュラントを試合から退場させたと。そしてまたこの件の調査については現在進行形だと。こういったことを NBA は言っとるんやけど、もちろん俺も含めてね、アメリカではみんなはーってなって、なんか全然理にかなってないというか、言ってることめちゃくちゃというか、そしてもうこれに対してケビン・デュラントが黙っとらんかったよね。彼のお得意のツイートで、Free me、俺を自由にしてくれと。そしてその後また別のツイートで、NBA よ、ファンはバカじゃないぞと。そのお前らの PR の作戦なんかで、ファンを騙せると思うなよと。こういうこと言っとって、これどういうことかというと、結局その NBA は言い訳を言っとるけど、そもそもの話、ケビン・デュラントがそういった状態やったら、彼は最初から試合に出すべきではなかったし、ましてやそのケビン・デュラントは他の選手ともロッカールームでも交わっとったはずやし、もう本来やったら試合自体中止になっとかないかんかったよね。だけど NBA はまず第一にこの試合を続行したということ、そして中途半端にケビン・デュラントを最初は出さんで途中から出して、というのはアメリカでは毎日1試合か2試合ね、全米放送のね試合が組まれとるんやけど、まさにこの試合が全米放送の試合で、中止にすると色々お金の面で NBA は困ったと思うし、最近はね、ただでさえ収益も下がってるみたいだから、そしてケビン・デュラントを出したっていうのも、やっぱりその全米放送の試合で、ケビン・デュラントが出る出らんでは全くその客のファンの食いつきも違ってくるやんか。だからおそらく NBA の誰かが少しだけケビン・デュラントは出そうと。そうすることによって視聴率が変わるとか思ったんやろうね。そして今回ケビン・デュラントは19分間プレイしたんやけど、その後に彼らは引っこ抜いて、試合自体は続行されたよね。でもセオリー通りでいくと、この試合はその時点で中止になってもおかしくなかったよね。ケビン・デュラントが言っとるのはまさにこういうことなんやけど、なんか色々中途半端よね。NBA が本当にそういった気持ちやったらさ、もう最初にケビン・デュラントのところは見て見ぬふりをして出せばよかったと思うんやけど、というのは彼自身が陽性ではなかったし、そんな中途半端なことしてね、そのリーグの収益にこだわるぐらいだったらね。でもこれで一番被害被っとるのはネッツよね。チームとしてはやっぱりケビン・デュラントがおるおらんでね、リズムも変わってくるから、そしてこの試合の流れね。First, I asked what was going on, and they said, they just said contact tracing, and I'm thinking to myself, well, if it's contact tracing, then we were all in the locker room together. That means there's no game, if he's not going to be able to play. So, that was my thought process. And once he started the game, I kind of forgot about it. And then Kevin enters the game. I'm like, well, I don't know, it must have been a confusion or a mess up or something, so we kind of we caught a rhythm, we came back, started playing well,
and then he can't come back on the floor. I don't know. It was a lot. Like I said, it's overwhelming. We're not taking anything away from Toronto. They played an exceptional game. They made shots when they counted. They played, scrappy basketball like we knew they were going to do. For us, we just couldn't catch a rhythm, And when we finally did in that second quarter, we started playing well, and then we just got kind of stagnant again in that second half. So, yeah. やっぱりネッツとしてはケビン・デュラントが戻ってきてからリズムを取り戻していい感じだったけど、彼はまた引っこ抜かれてリズムを崩したと。それはそうよね。ビッグ3と言っても間違いなくケビン・デュラントがエースやし、それはリズム崩れるよね。そしてハーデンが言っとるように、本当にそのセオリー通りに行くんやったら、その試合直前のロッカールームの中でみんなその接触してる可能性があるっていうことになるよね。ハーデンも含めて。だけど試合を決行したのは NBA としてはね、その全米放送の試合をどうしてもやりきりたかった。そしてそんな試合に対してのケビン・デュラントの気持ちをハーデンが聞いとったらしくて。He feels the same way, especially, him already having it. And, we get tested, like I said, every single day. So, and I mean, he's been negative, so I don't understand what the problem is. If that was the case, the game should have been postponed. I feel like if, we're talking about contact tracing, he was around all of us, so I don't understand why he wasn't allowed to play and then was able to play and then took back off the court. If that was the case, we should have just postponed the game. That's how I feel. But through the midst of it, it was tough. Give Toronto credit. They made shots. They played well. But yeah, it's frustrating. かなりムカついてるね。それはムカつくよね。まあ彼も言ってるけど延期されるべきだったと。でもハーデンの怒りはこれだけでは収まらず。It's frustrating, especially we follow the protocols. We get tested, every single day. So I don't understand the whole thing where he couldn't play, and then he came on the court, and then they took him back. It's just a lot going on. It's too much going on. It's kind of overwhelming, especially when we're in the midst of a tough game, and like these games are going to add up, especially if we're talking about playoff seeding. We're talking about positioning ourselves and to home court advantage and whatnot, and catch a rhythm and all that. So I feel like I don't know. It's overwhelming. It's frustrating. Yeah. 本当にこうストレスが溜まってるのが伝わるよね。確かにこのイーストが今接戦で、この1試合がね、プレーオフ争いの順位でも、ホームコートのアドバンテージでも、もちろんそのチームの調子とかにも全て関わってくるから、もうそんな中途半端なことをするくらいやったら、なんで延期しなかったんだと。ね、あんなにテストをちゃんと受け取って、みんな陰性反応やったのにね。そして前の動画でレブロン・ジェームスがオールスターに対して反対の姿勢を示しとったよね。この件に関してハーデンは、I haven't said anything publicly, but I feel the same way as some of the players as far as like, there's so much going on as far as we're trying to, calm a virus down and, we're putting on an event, I don't know. I mean, I know what the reasoning is for it, but, I feel like, especially with a condensed schedule and it feels like everything was forced upon players. It's already draining. We playing a lot of games in a week. I feel like that was a week for us to kind of relax, be with our families and kind of take a step back away from basketball. So like I said, we're just in it. まあほぼほぼレブロン・ジェームスと同じ意見やね。やっぱりこのコロナが大変な中、たくさんの選手や関係者を同じところにかき集めてイベントをやるわけやから、本当にそういった意味でリスクも高いと思うし、まあハーデンも含めて選手もね、家族とリラックスしたいと思っとったみたいやし、そしてこれと別でバックスのヤニスも、そしてクリッパーズのカワイも反対の姿勢をインタビューで示しとったね。やっぱりレブロン・ジェームスが一言言うことによって他の選手がどんどん意見を出す形になってきたんやけど、もしかしたらこれ中止のパターンもあるかもね。まあここに関しても NBA がその収益のお金の部分でオールスターをやるやらないではやっぱりそのお金の収入も違ってくるからやりたがってるっていうのはね、ハーデンもわかるって言ってたけど、その選手の健康とかね、現在のハードスケジュールとかそこを考えるとね、普通やるべきではないし、さっきのケビン・デュラントのケースもそうやったけど、 NBA がなんかこう汚く見えてくるよね。選手を酷使して単なるお金儲けの道具としてしか見てないみたいな。もちろんね、そんな感じではないと思うんやけど、そういった気持ちになってる選手もね、出てきとると思うよ。少なくともレブロンとかこのハーデンは今そんな感じだと思うし。はい、ってわけで今回は以上なんやけど、皆さんはこの話どう思いますか？ぜひぜひコメントしてください。そして少しでもいいなと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ってな感じで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。